下の子の予防接種を打ちに行ってきました。ブラジルには保健所みたいなところがたくさんあるんですけど、結構不足していることも多くて、予防接種打つの簡単じゃありません。Olá, tudo bem? Harumi です。前回のビデオの引き続きで、今日はじゃあ出産編。ブラログ。出産が分かってから、妊娠が分かってからどういうふうに、ことが進んでいくのかっていうのを、なんとなく話しましたけど、そう自然分娩をする際には先生探しが大変みたいなところで終わったんですけど、こっちは、自然分娩に付き合ってくれる先生っていうのが非常に少なくて、っていうのはお医者さんの受け取るお金、給料とか、そういうことに関連してくるんですけど、だから、自分の持ってる保険で賄われるお医者さんの中で自然分娩をやってくれる先生を探すとかっていうのは本当に困難な話で、しかも私みたいなちっちゃな町だともうさらに難しいっていうか、ほぼ不可能で、最近の事情は自然分娩じゃないにしても、帝王切開をするにしても自分に合ったいい先生ってなると、結構周りではわざわざここから 2,3 時間車で行ったところのリオデジャネイロ、大きな町に行ってそこで先生を探すとか、そういうことも珍しくないです。ちゃんと施設のいい病院に行くとか、だから検診とかに妊娠中はこっちにいても、出産になったらなんか里帰り出産みたいな感じで大きな町に行って自分の気に入った病院で出産するとか、そういうことも結構珍しくないみたいです。で、先生探しっていう話に戻ると、最初検診の時に初期のうちに私は言ったかな、自然分娩したいんですけどって言って、1人目の先生の時は最初のうちはいいよ、自然分娩 OK だよみたいな感じで言ってたけど、最後の方になった時に、これインターネットでも見てたんですけど、情報はなんか最後になると、なんかあれやこれやって理由をつけて帝王切開の方にこうなんていうの、話を持っていく。わかります？言ってること。実際私の場合もそうだったんです。その先生は最後まで自然分娩いいじゃない、そっちの方がいいよねとか言って、この先生いい感じじゃん、やったと思ってたら、最後の最後になって、なんか君は痛みに耐えられる顔をしてないとか言われて痛みに耐えられないでしょって言われて、みたいな帝王切開の方がいいんじゃないとか、そういうこと言ったり、血液検査の結果かなんかで、全然異常はなかったのに、なんかすごいちっちゃいことに着目して、なんかこうだと産道を通る時にすごい大出血するかもしれないから、もしかしたら危険かもしれないとか言って、もうちょっとちゃんとエコーを見てもらってちゃんと検査をした方がいい、そうしないと自然分娩はちょっと危ないんじゃないとか、なんかこっちが不安になるようなことをいろいろ並べて、どうにか帝王切開に持ってこうみたいな、本当にそんな感じだった。結局だからその最後の最後、臨月の時に検診行っただけで、その後はもう陣痛待ちで公立の病院に駆け込むっていうか、緊急病院っていうか、そういうとこに行って、その時にその病院にいる先生に立ち会ってもらうっていう形なので、それまで妊娠期間中検診してもらってた先生には立ち会ってもらわないっていう形になっちゃいますね、自然分娩を望むなら。だから最後の方は前回のビデオでも言ったように、本来だったら週に1回って言って検診が増えるところが、私の場合はもう最後1ヶ月は一切検査に行っていなくて、もう本当に陣痛待ちで、陣痛が来てから病院に行くっていう感じでした。
でしかも、これ前回話してないと思うんだけど、こっちの検診って多分、先生にもよるんだと思うけど、私の場合1回目も2回目も内診っていうものが一切なかった。妊娠期間中一切ゼロです。2人目の時に先生に聞いたことがある。内診とかってしないんですかね。最後もう産む近くになった時に自分が自然分娩も望んでたから、ね、もし産道に何か問題があったらいけないから、そういうのを見るためにも内診って大事っていうのをインターネットとかで読んでたから、一切しないんですかって言ったら、そんなのその時になってみないとわからないから今見たって意味がないみたいな。結局帝王切開に慣れてる先生ばかりなので、帝王切開って別に産道を通らないから、だから先生がやっぱり見てもわからないのかな。ちょっとその辺の事情は私には分かりませんが、医師側の事情は。さっき1人目の話したけど、2人目の先生はどんな感じだったのかっていうと、2人目の時はもう本当に最初にもう聞いたんですね。ズバリ自然分娩したいんだけど立ち会ってもらえるんですかって聞いたら、2人目の先生は割と普通の先生で、最初にもうきっぱりと自分はしませんって断ってくれたから帰ってよかった。その代わり立ち会いはしないけど、最後検診に関しては最後までちゃんと見ますよっていう感じだったから、それすら断られる場合もあるんですよ。結局自分が帝王切開じゃなくて自然分娩望んでるってなると、その時点ではじゃあ自分はもうあなた見れないですっていうことも可能性としてはあるし、だからそういう事情を全部ひっくるめて本当に先生探しっていうのが大変なんです。そういう実際の出産の時にどんな感じなのかとか、もうそういうのも本当に話し出すとキリがないんですけどでもどうだろう、もし何か反応があればそういう話もしたいなと思います。日本とおそらく違うのでそんな感じですかね。今現在とか今後とかブラジルで出産を控えてるとか考えてるとか、そういう予定があるっていう方にとってはやっぱり情報が少ないだけに、私が何かできることがあるかもしれないので、もしそういう人がいればもう何かコメントください。もっといろいろ話します。そういうことで今日はチャオチャオだね。じゃあね、チャオチャオ、ベージュ。